皆さん、こんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はね、この僕が使っているトースペーサーとベアフットシューズについてもう一点注意点があるので話していきたいなというふうに思います。ここ最近ね、上げてるベアフットシューズの動画がすごく好評でして、またね、それについてちょっと話していきたいかなというふうに思います。で、前の動画でね、ちょっと話してたんですけど、アメリカの大手トースペーサーブランドさんとコラボレーションすることが、決定しまして、商品提供していただくことになりました。なので、今後はね、僕のチャンネルからもね、トースペーサー買えるようになりますので、もうしばらくお待ちいただければなというふうに思います。海外ではね、こういうトースペーサー使われてる方、ベアフットシューズ使われてる方ってすごく増えてきてるんですよね。で、ブランドさんも結構多くて、いろんな選択肢が多いんですけど、今回ね、そのトースペーサーを日本の皆さんにもぜひね、手に取っていただいて、使っていただきたいっていう思いがあって、コラボレーション、商品紹介っていうのをやっていくことになったんですけど、それに先立ってね、ちょっとね、日本のそのトースペーサー事情ってまあどんなもんかなと思って YouTube でちょっと調べたんですけど、一件だけね、トースペーサー使った方がいいですよって紹介してる動画があって、それはね、女性のパワーリフティングのジムの方たちのチャンネルなんですけど、トースペーサー使っていて、これいいですよっていうふうに言ってて、それはすごく素晴らしいなと思ったんですよね。日本の方にもやっぱ知っていただくためにも、そういう動画ってすごい大事になってくるので。でもね、そこで言ってたのが、このトースペーサー、ウォーミングアップの時に使ったり、移動中なんかも使ってらっしゃるっていうふうに言ってて、で、履いてる靴を見た時に、ベアフットシューズじゃなくて、そのトーボックスって言って、このつま先の部分がこう広がってるシューズでもなく、普通のブーツとか、普通の靴を履いてらっしゃってたんですね。それって、このトースペーサーを履いてる意味がなくなってしまうんですよ。なんでかというと、トースペーサーってこう足の指を広げるためのものなんですね。で、しっかりと指のように使えるように、本来って足の指ってこういう風に広がってなきゃいけないんですけど、今の、ナイキとかアディダスとかコンバースとかハイヒールとか、現代のそのシューズってすごく細いんですね。なのでこう指がこういう風になってしまって、親指がこう中に入ってしまって、ひし形のような形になってる方が多いかなと思うんですけど、それを広げて足の指をもっと使えるようになるためのものなんですね、このトースペーサーって。で、トースペーサーとベアフットシューズってセットっていう風に考えてほしいんですよ。これで足の指を戻しつつ、足の指をこう広げていく。で、ベアフットシューズを履いて、その足が広がった足を使って歩いたり立ったり、機能的に使っていけるようにするっていうので、これは相互を使っていくことが効果を最大化するのに一番いいんですが、よくあるんですよね。このトースペーサーいいって言って吐き出してるけど、普段履いてるシューズが細いシューズのまま、ブーツとかナイキとかアディダスとかハイヒールとか、それだと本当にこれを履いてる意味をなくしてしまうんで、現代のシューズが僕らの足を蝕んでるので、今時のシューズを履き続けていく限り、なかなか本来の足の機能を取り戻すことはできないです。なので、こういうものを使ってね、しっかりと足の機能を取り戻そうとして、で、普段履く靴も、やっぱりね、ベアフットシューズにちょっとずつ移行していってほしいなというふうに思います。で、アメリカではね、ブランドさんすごく多いんですよ。ベアフットシューズの靴。で、これを、なんとかね、日本に持ってきたいなというふうに思ってます。当然トレーニング用の靴はね、もういくつか入ってきてると思うんですけど、そうじゃなくて、普段から履けるベアフットシューズを、今ちょっと、交渉の段階なんですけど、アメリカのものを日本からも買えるようにしたいなというふうに思ってるので、今、ちょっとメーカーさんと協議中です。このトースペーサーも日本から買えるようになりました。なので、今後ね、僕のチャンネルの方で、リンクから買えるようにしますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価の方いただければ、最新のこういったアイテムですね、見逃すことがないと思うので、ぜひチャンネル登録と高評価の方いただければと思います。で、一番手っ取り早く、今ね、日本って寒いんで、なかなかこういう B さんとかって履くのって、ね、夏場だけだと思うんですけど、これが一番手っ取り早く足の機能を取り戻すには、ベアフットシューズに近い構造になってます。ソール薄いし、で、この鼻のところがあるんで、この指を使おうっていう意識が働くんですね。なので、今なんかね、僕なんかその暖かい国にいるんで、ト
トレーニングでジムに行ってる時以外はもうこれ B さんで生活してるんですよね。で、これって意外なメリットがあって、こちら東南アジアに来た方はわかると思うんですけど、今度来てみた方はちょっと見てほしいんですけど、この東南アジア人の足ってもう完璧な足をしてるんですよ。足の指がこう開いて、指のように使えるんですよ。それは、東南アジアの人たちって、あんまり靴を日常的に履かないんですね。サンダルとかスリッパとか、そういうもので生活してるんで、足の指がこうギュッと縮こまるような現代のシューズ、ナイキとかアディダスとか、まあ当然履いてる人はいるんですけど、特にその都会じゃなくてその田舎の村とかに行った時に、すっごいみんな指が開いてるんですよね。それが本来の僕らの足の形なんですよ。B さんですね。B さんはすごくいいです。もうベアフットシューズです。これはもう。ベアフットシューズって言ってもいいぐらいソールも薄いし、足の指が使えるし、靴によって足が縮こまることがないので、これは手っ取り早く取り入れられるものだと思うので、皆さんに試していただきたいですね。せっかくね、こういうものを使ってね、足の機能を取り戻そうとして、この足の指をこう開いていこうとしてるのに、今までの細い靴に足を突っ込んだら戻ってしまうんですよね。本当にそういう日頃の自分の努力が無駄になってしまうんで、やっぱりそうなってはほしくはないので、正しい知識のもとに正しく使っていただきたいなと思うので、ね、こういうものがこう流行ってきて手を出したくなるんですけど、情報の取捨選択っていうものは、しっかりしていただきたいなというふうに思いますね。で、これはちょっと裏話というか、ちょっとした小話なんですけど、ね、こういう B さんですね。B さん、まあ履くのって夏場だと思うんですよ、日本だったら。こういった経験ある人もいるのかなと思うんですけど、B さん履いてる時、夏場ですね。普段膝の痛みとか、例えば腰にこう張りが出やすい人とかが夏場になると腰軽くなるっていうパターンがあるんですよ。で、当然、その季節柄このあったかいし、アクティブに生活するんで、そういうものが影響してるのかなって思うんですが、一番大きいのが、この B さんを履くことによって、一歩一歩足の指を使って歩いたり、その立ったり自然とするようになるんですよ。この鼻緒があることによって、ギュッとやっぱ掴もうとするじゃないですか。これって、今のシューズだとなかなかできないんですよ。ソールも厚いし、狭いしってので、この指が動かないんですけど、これ指、すごく広く使えるじゃないですか。で、この鼻をこう噛むように歩くので、足の指を自然と使って歩くんですね。なので、膝の痛み軽くなったり、腰の張りとか腰の痛みが軽減したりするんですよ。これって本来は足の指で一歩一歩捉えて歩いたり、地面を捉えて立つっていうのが本来の人間の姿なんですけど、今のそのシューズがそれを阻害してるんですね。そうするとどうなるかって言って、膝っていうのは安定性を失います。地面をこう捉えてないんでね。安定性を失うので膝に、負担かかるし、この足の指をギュッて使って立つことによって、この腹筋、インナーコアですね。内転筋からインナーコアが活性化します。そうするとどうなるかっていうと、自然と腹筋に力が入った状態で姿勢を保持できるんですね。立ってる時、歩いてる時。そうなってくると、やっぱり腰の負担って減るんですよね。これ面白いんですよ。意外とそこ気づいてない人多くて、なので夏場になるとちょっと膝の痛み、腰の不調っていうのが減ったりするんですよ。それは意外とこういう細かいところだったりするんですね。なので僕がね、アメリカでずっと言ってるのは、健康で強い体を作るのは本当にこの足からだっていうふうに言っていて、僕のパーソナルは必ずこの足からチェックして、足の機能から整えてトレーニングに入っていくんですね。僕はすごく大事なことだと思うんですよ。やっぱりね、建物を建てるにしても、やっぱ基礎が一番大事じゃないですか。高いビル、大きい建物を建てるときに、基礎がしっかりしてないと、上に大きいものって建てられないし、建てたとしても不安定じゃないですか。後々やっぱ不調が出てくるんですね。なので、しっかりと僕らはやっぱ地面に立って、地面からパワーを得て、トレーニングしたり、生活したりしてるので、しっかりとこの土台、地面にしっかり根を張って、姿勢を保持するっていうことをもう一度ね、その重要性をその日本人の方々に訴えていきたいなというふうに思ってるんですね。日本もね、旅文化があったんですよ。ベアフットリンクタイランドの代表の島田さんとも話したんですけど、日本って本来旅を履いてたじゃないですか。昔ですね。大工さんとか。で、草履だったり。そういうのを履いてた文化があるのに、それをうまく、その重要性をやっぱり継承できてない。
島田さんも言ってたんですけど、タイでね、そのビブラムを販売してる際に、やっぱ欧米諸国の方っていうのは、足の重要性、足の健康、足のファンクションを取り戻すっていうことの重要性を分かってるから、商品説明なんかも特にしなくても、その重要性を分かってると。でもやっぱりアジア圏、特にその日本人の方に関しては、そういった旅とか草履文化があるのにもかかわらず、その裸足、足の指で地面を捉えるっていうところの大切さっていうのがやっぱり分かってない方が多いっていうふうに言ってて、だから本当に一から説明する形になってるっていうふうに言ってて、それは僕も感じるんですね。やっぱりそれが市場にも現れてて、アメリカってやっぱすごいベアフットシューズの選択肢もすごい多くなってきましたし、やっぱり日本だとどうしてもやっぱり少ないですよね、まだ選択肢が。でもこの状況を変えたいなと思ってるので、どんどんそのアメリカの最新のベアフットシューズを日本にこう持っていけるように今動いているので、ぜひチャンネル登録していただいて最新情報を見逃さないようにしていただきたいなというふうに思っています。